通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アメリカのとあるケーブルテレビチャンネルの子役スターの話題になります。今回ですね、彼の大人になった姿が TikTok で大変ね、バズりまして、これが世界的な注目を集めているんですね。その姿があまりにも悲惨だったため、現在ですね、共演者をはじめとする有志たちが手を差し伸べているという状態なんですが、これがですね、なかなかうまくいかないと、このようになっているというんです。本日はですね、その理由なども含めまして、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、アメリカのケーブルテレビチャンネル、これね、ニコロデオンというんですが、この子役スターとして活躍しましたタイラー・チェイスのその後の姿というのが世界的な注目を集めました。彼はですね、ホームレスになり、現在の生活がですね、もうあまりにも悲惨だったんですね。で、このニュースはですね、今年の9月にネットを駆け巡ったわけですが、26日に一旦ね、これが落ち着くという形になりましたので、本日はね、この時系列を追いながら何が起きたのか見ていきますね。元ニコロデオンのスターが心配される健康状態に、胸が痛む動画が TikTok で拡散される。元ニコロデオンの子役スターがカリフォルニア州の路上で野宿生活を送っている姿が目撃された。タイラー・チェイスは2004年から2007年まで3シーズン放送されたネッズでマーティン・クワリー役を演じていた。それがね、こちらの子役になるんですが、タイラー・チェイス、今回ですね、この彼がこのような姿で発見されたと。TikTok でタイラーを撮影した人物は身なりが乱れ、ズボンを押さえながら立っていた36歳の彼に近づいた。彼はボロボロのロサンゼルス・レイダースのポロシャツを着ており、撮影者がニコロデオンに出てたと尋ねると質問に応じた。出てたよ。タイラーは笑顔で答えた。ということでね、ここまで一旦整理いたしますが、まずね、先ほどから出ているニコロデオンっていうのが何なのか。それがね、こちら日本語のウィキペディアがありました。ニコロデオンはアメリカ合衆国のケーブルテレビチャンネル、幼児児童向け番組を専門とするチャンネルで、スポンジボブやパウパトロールなどのアメリカで人気のアニメ番組を多くの国で放送している。パラマウントスカイダンス傘下のパラマウントメディアネットワークスが運営する。ということで、このね、ニコロデオンというのはケーブルテレビチャンネルのことなんですね。これ自体が番組の名前ではありません。これがチャンネルなんですね。そしてこのチャンネルではスポンジボブや、あとアバターとかね、こういうのを放送して人気があると。そしてこのチャンネルの中で、ネッツと呼ばれているね、2004年から3年間放送された番組があったんですが、ここに出ていたのがこちら、タイラー・チェイスでした。タイラー・チェイスはニコロデオンのテレビシリーズネッズでマーティン・クワリー役を演じたことで最も知られるアメリカの元子役俳優である。チェイスは1989年9月6日、アリゾナ州で生まれた。家族はその後、ロサンゼルスに移り住み、彼は2000年代初頭に10代で俳優活動を始めた。そしてここですね。2010年代半ば以降、チェイスは個人の YouTube チャンネルやライブで、ポエトリーパフォーマンスを通じて、つまりこれは詩を披露していたわけですね。ポエム。自身のメンタルヘルスについて語る作品を発表していた。これらの動画では、双極性障害や孤立の体験が取り上げられており、少なくとも2021年までは同様の内容を投稿し続けていた。2025年9月、チェイスはカリフォルニア州リバーサイドの路上でホームレス状態にあるところを発見され、その様子を収めた動画が TikTok で拡散された。ということで、ここまでがね、今年の9月までのお話でした。このタイラー・チェイスはですね、もともとね、精神的な病を患っておりまして、それをポエムにして読むという YouTube チャンネルを運営していたんですね。そして今年の9月にホームレス状態にあるところが発見されたと。動画の中でタイラーはこう語っている。こんにちは。僕の名前はタイラー・チェイス。俳優活動のためにキリスト教の運動に参加しているんだ。その後この TikToker は GoFundMe を立ち上げ、1207ドルが集まったが、タイラーの母親が削除を求めた。この TikToker はタイラーの母親とのやり取りのスクリーンショットを共有しており、母親は彼の精神状態を心配し、GoFundMe を削除してほしいと訴えていた。タイラーに必要なのはお金ではなく医療です。でも彼はそれを拒否しています。と母親は書いている。お金は彼のためになりません。ということでですね、彼のためにね、寄付が募られたんですが、母親がね、これを中止してくださいとお願いしてきたというんですね。なぜなら、彼にね、お金を与えてもそれが管理できないんだと。意味がないという話なんですね。なので彼にはお金ではなく医療が必要なんですと。で、一応親はですね、彼に対して、携帯もね、これまで何回も与えているようなんですが、もうそのどれもがね、だいたい1日か2日で亡くなってしまうそうです。そういった状態なんですね。で、この話にはですね、もう一つ文脈がありまして、まさにね、こちらに書かれているんですが、このね、ニコロデオンというのは、以前からね、かなり不穏な噂というのがありまして、これはね、アメリカの子供番組には結構つきものの話なんですが、ディズニーでもよく聞くでしょう。で、かなりですね、この制作環境が、虐待に近いような劣悪なものだったと。
それがですね、もうまさにね、こちらに書かれているんですが、とあるドキュメンタリー番組で明かされていくことになります。ですので、ここに出演していた子役たちがですね、その後悲惨な運命をたどると、このようなことは結構言われているんですね。なのでね、もしかしたらこの件についてこういった投稿もね、よく見かけるんじゃないかなと思いますが、ここね、ニコロデオンエフェクト、ニコロデオン効果ですね。これがクレイジーだということで、こちらがね、出演者ですね。そしてその顛末がこちらと。このような投稿をよく見かけるのは、こういった経緯があるからだと。こういうわけです。で、今回のこの件に関してはですね、今年のクリスマスに大きく動いていくことになります。ダニエル・カーティス・リーがホームレス状態と戦う中にあるネッツの共演者、タイラー・チェイスと再会した。ダニエル・カーティス・リーは、今回の動画が出回ったことを受け、共演者である彼に支援を申し出ている。リーは火曜日、自身のインスタグラムに投稿した動画の中でこう語った。せめて、最低限の宿泊環境は確保してあげたかったんだ。彼は地元に留まりたがっていて、ここが空いていた唯一の場所だった。別れ際に2人は抱き合い、リーはチェイスにリハビリへの入所を含めて状況をきちんと整えるため、また様子を見に戻ってくると約束した。ということでね、今回この騒動を受けまして、共演者たちがね、手を差し伸べることになるんですが、ここでね、リハビリ云々という話が出ておりましたが、このタイラー・チェイスはですね、実は、薬物の依存症でもあるんですね。ただの精神疾患だけではないんですよ。で、どうやらですね、この精神疾患の診断を受けたことをきっかけに依存していくようになったようですね。そしてここではね、一応泊まれるモーテルを確保して、食料も与えたと。なんですが、残念ながらですね、これはうまくいきませんでした。ホームレス状態の元ニコロデン俳優タイラー・チェイスが共演者が提供した部屋を荒らす。リーは、これ元共演者ですね。直接連絡を取り、チェイスに食事を買い、迫っていた嵐を避けられるよう、モーテル代を支払ったとかだった。しかし数時間後、リーの元にモーテルのスタッフから衝撃的な知らせが入ったという。リーによるとその部屋は深刻な被害を受けていたという。ドアは開け放たれたままで、冷蔵庫は上下逆さまに倒され、電子レンジは浴槽の中に置かれていたと述べている。これめちゃくちゃ怖いですね。リーはその後、この出来事の顛末を公に共有し、非常にショックだったが、全く予想外というわけではなかったと語った。またチェイスの家族から過去にも同様の出来事があったと事前に聞かされていたとも明かしている。リーはこの出来事によって重度の精神疾患や依存症を抱える人を長期的な専門ケアなしで支えることがいかに難しいかが浮き彫りになったとかだった。他の元子役たちも支援に乗り出している。ディズニー映画マイティダックスでゴールキーパーのグレッグ・ゴールドバーグ役を演じたことで知られるショーン・ワイスは自身の依存症からの回復経験を踏まえデトックス施設へのベッドと長期治療への道をチェイスに提供すると申し出た。しかし報道によればチェイスは今のところワイスの申し出を受け入れていないという。ということでですね、今回ね、一旦ね、嵐を避けるために食事とモーテルが提供されることになったんですが、そのモーテルはですね、もうめちゃくちゃに荒らされた上、彼はいなくなってしまったんですね。で、この時点ではその他の人もね、様々な助けというのを提案していたんですが、どれも受け入れられることはなかったと。なんですが、その後ですね、このようになりました。ホームレス状態にある元ニコロデオンの俳優、タイラー・チェイス、クリスマス当日に入院。必要な支援を受けることができた。問題を抱える元ニコロデオンの俳優タイラー・チェイスは家族の支援者によるとクリスマス当日に3日間のデトックス治療のため入院したという。この支援者はホームレス状態にあった依存症の彼について将来は明るいと語っている。元俳優の父親から依頼を受け支援に入ったインフルエンサーのジェイコブ・ハリスはインスタグラムに投稿した動画でこう述べた。ついにタイラーに必要としていた支援を受けさせることができた。彼は今健康を取り戻し完全に良くなるための健康的ケアを受けているところだ。ということでね、今回の騒動、先ほどのね、元共演者もそうなんですが、こういうのをね、インスタグラムで発信していたため、結構それはそれでね、やっぱり賛否があったんですよ。なんですが、結果的にはね、これが非常に注目を集めることになりまして、家族の依頼で、とあるね、インフルエンサーが入り、その一晩泊まるところを提供するとか、会ってる時に食事をおごるとか、そういうことではなくって、ちゃんとした医療を提供することができましたと。こうなったわけですね。チェイスの父親はこれまでにも他の依存症患者の支援を行ってきたハリスに対しできることは何でもしてほしいと頼んでいた。そして彼はその日のうちに評価に来てくれる危機対応センターとようやく連絡を取ることができた。彼には直ちに支援が必要だと判断し72時間の治療のため地元の病院へ搬送したと述べた。彼は今きちんとしたケアを受けている。将来は明るい。ただ本当に助けるために実際に動いてくれる誰かが必要だっただけだ。チェイスの父親は以前、双極性障害や統合性失調症などの診断が引き金となった息子の依存症との戦いについて明かしている。2021年にはジョージア州のリハビリ施設に入所させたが、チェイスは最終的に治療を拒否し、その後カリフォルニアへ移った。つまりここでホームレスになったということですね。こちらね、最新の情報をニューヨークポストが投稿しています。彼に祝福を。
ここね、ハームリダクション。これをね、完全にやめさせるというのが今できなくても、リスクは少しでも減らしましょうという考え方です。このハームリダクションであっても彼にとっては進歩なんですと。クリスマスの奇跡か、それとも遅すぎた介入か。正直、将来を期待されていた子供が、こうなってしまった姿を見るのは本当に胸が痛みます。タイラーが元の状態を取り戻し、再び自分自身を見つけられるよう祈っています。悲しい現実は、これらの中毒者のほとんどが助けを望んでいないということです。ね、こういうのっていうのは本人の意思がないとね、治療することができないので、そういうマインドに持っていくっていうパートがね、すごく難しいんですよね。プクタもね、自分の部下が若年性アルツハイマーを患ったんですね。で、これね、本人は認めないんですよ。だからこれをね、治療まで持っていくというのは本当に大変でした。タイラーがついに適切なケアを受けられるようになって本当にホッとしています。まずは病院が最善の第一歩で、その次がリハビリ。このまま治療に向き合い続けてくれることを祈っています。ついに支援を受けさせたところで、これはクリスマスの奇跡なんかじゃない。壊れたシステムのための PR に過ぎない。業界はこうした子供たちを食い物にして路上に放り出し、その後強制入院させたら拍手しろというのか、このサイクルが続いていくだけだ。誰もこんな人生を望んで目覚めるわけじゃない。タイラーに今日この日だけで終わらない安全と回復、そして本当の支援が続くことを願っている。彼はどこで道を誤ってしまったんだろう。輝きを失ってしまったスターだ。ついにか。この投稿が話題になる前は、この男が何をしているのかみんな知らなかったんでしょ。それは美談に聞こえるけど、彼は退院したらまた路上に戻ってしまう可能性が高いだろう。重い精神疾患に薬物が重なれば、医師の力だけでどうにかなる話ではない。自分の見立てが外れることを願っているが、様子を見るしかないだろう。はい、ということで本日はですね、先日大変に話題になりましたホームレスになった子役スター。このクリスマスに大騒動となりましたが、現在はなんとか適切な治療に入ったと伝えられているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回の件を受けましてですね、やっぱりニコロデオンがやばすぎると、そんなことを言う人もいますし、様々な議論が交わされているようですね。で、今回ね、このタイラー・チェイスに関しては、このように注目を集めることで、これも賛否あったんですけどね、結果的には注目を集めることで、救いの手が差し伸べられたわけじゃないですか。ただ現実としてはね、こういう人がたくさんいるということですよね。やっぱりね、人って行くとこまで行ってしまうと、一人でそこを這い上がっていくっていうのはね、なかなか難しいですよ。本編ここまでなんで、ここから雑談と思って時間のある方だけ聞いてってほしいんですが、で、皆さんね、今日のお話、もしかしたらね、ホームレスというと、全然自分とは無関係だと思われる方もね、多かったかもしれませんが、意外にね、皆さん、紙一重ですよ。自分がどんなに安定していると思っていても、ほんとね、どこで転落するかわかりませんから、ブクタがね、以前もね、ちょっと軽く触れたかもしれません。もうまさにね、余生を大転落いたしまして、大変な目に遭ったんですよ。本当にね、文字通り全てを失いまして、当然住む家もありませんから、もうホームレスしかないななんて思っていたところへ、とある方がね、うちおいでよなんて言ってくれて、居候させてもらうということになったんですね。で、一人暮らしの広い家ではありませんから、当然ね、一部屋借りるなんてことありませんよ。その家のキッチンに布団敷いて寝るみたいなね、そんな生活を送っていました。で、その時はですね、ブクタ極貧生活でしたから、バイトでね、食いつなぐということになっていたんですが、それでも使えるお金がないんですよ。なのでね、都内にね、マイバスケットというコンビニの中でもひときわ安いコンビニがあるんですが、これね、ネットではね、何かと嫌われてしまうイオン系列のコンビニなんですが、ここに救われましたね。そこに売っています。野菜のパックあるでしょ？刻んであるやつ。1パックが1日の食料です。で、たまーにね、贅沢をしてドレッシングつけるみたいな。ほんとね、そんな生活だったんですよ、ブクタ。で、そのね、居候させてくれていた彼というのは、ちょっと大人の方向けのね、ビデオの編集マンでして、で、たまにね、監督が編集状況を見るために来たりしましてね、で、そこで呼ばれて、ちょっと今回のほんと自信あるんで、見ていただけませんかなんて言ってね、感想を求められるみたいな、そんな生活をしていたわけですよ。この業界ね、皆さんどういったイメージをお持ちかわかりませんが、中の人はね、もうほんとね、一つの作品を作っているという点では、一般のね、映画のクリエイターたちと何にも志が変わりません。すごいプライド持って仕事してまして、またね、どっかのタイミングでお話しする機会、ないかさすがにないかもしれませんね。そんなことがありました。未だにね、僕の企画が通って映像化されたんで、見てくださいなんて言ってね、DVD とかブルーレイ送ってきますよ。で、その彼がですね、ブクタの生活を見るに見かねて、たまにね、食事を作ってくれて食べさせてくれるんですよ。で、これがですね、本当にまずくって。その時に初めてね、人って飢えていても、
まずいものはまずいんだなというのをね、学びましたね。で、そんな感じでね、助けていただきながら、徐々にね、生活というのを立て直していき、現在の本業に繋がっていくわけですが、で、ブクタね、経験してるからこそわかりますが、どん底の状態から独力で這い上がれたかというと、多分ね、無理だったと思います。もし助けがなければ、今も生活続いてると思いますね。もうほんとね、生活でいっぱいいっぱいになっちゃうんで、もう何もできなくなるんですよ。朝から晩まで働いても疲れ切ってね、考えることもできなくなってきますし、なので皆さんね、さすがにね、ホームレスの方、この動画今見てないんじゃないかなと思いますが、もし今後ね、本当に人生終わったなと思う瞬間来るかもしれません。すべてを失って、もう終わったってなる瞬間来るかもしれませんが、その時はですね、ぜひね、人の助けを借りてください。その上でね、自分が生活を立て直す努力というのを怠らなければ、必ず這い上がれますので、その当事者、その瞬間には想像もつきませんが、意外に人生ってどうにかなります。こんな魚ができるんだから皆さんにもできます。そしてもし身近なところにね、助けが必要な人がいるという場合は、自分のできる範囲でね、可能であれば助けてあげてください。